ご視聴ありがとうございます。今回は今からモッドを始めたい人向けに便利な定番モッドを紹介していくのだ。ゲームバランスを崩さず不便な部分を解消したり、バニラの雰囲気に合ったモッドたちよ。どれも 1.20.1 や 1.21.1 に対応しているので、他のモッドとも組み合わせやすいのだ。現状この2つがモッドを遊ぶ上で一番おすすめのバージョンよ。もちろん異論は認めるのだ。それでは早速始めるわ。Waystones。ワールドにワープポイントを設置して自由にテレポートができるようになるブロックを追加するわ。対応モッドローダーはファブリック、フォージ、ネオフォージ。クライアントとサーバーに導入が必要よ。選定モッドはバームが必要なのだ。主な機能や特徴。ウェイストーンの設置と登録。ワールド中にウェイストーンブロックを設置して触れることで登録ができるわ。一度登録したウェイストーンにはいつでもテレポート可能よ。バリエーションも豊富で建築税も日暮里なのだ。その土地土地に合ったものが作れるのはいいわね。複数のテレポート手段。1回使い切りのワープスクロールは3種類バリエーションがあるわ。行き先を自由に決められるワープスクロール。今まで登録した場所に飛べるのだ。一番近場に飛べる期間のスクロール。どこに飛ぶか分かりにくいから緊急用に使用するくらいなのだ。そして行き先を一つ登録できる白紙のスクロールがあるわ。手に持ってウェイストーンをクリックして登録すれば使用可能になるのだ。使用すると登録したウェイストーンに飛べるわ。これらのスクロールは消費アイテムということで、それほど使い勝手が言い訳ではないけど、緊急用に一つ持っておくといいのだ。コストが低いワーププレート。一対のプレート同士で行き来できるテレポートブロックよ。設置すると同調したかけらをドロップするわ。そのかけらをお互いもう一方のプレートに設置するとプレート間でのテレポートが可能になるわ。エンダーパール2個とアメジストのかけら2個で一対作れるからお手頃なのだ。経験値を消費しないのがありがたいわね。こんな感じにお互いに行き来できるようになるのだ。ちなみに同調したかけらは複製することができるわ。ワーププレートを開いてワープダストを設置するだけよ。1対他の移動に最適なのだ。拠点と採掘場やトラックタワーなどの施設に置いておくのもいいわね。シェアストーン。同じ色同士のシェアストーン間でのみ移動可能なウェイストーンよ。私は使ったことがないのだけれど、マルチの時に重宝するのかしら。ワークストーンとポートストーン。ワープストーンは耐久値のあるワープスクロールといったところよ。修繕のエンチャントや砥石での耐久回復が可能よ。ポートストーンは行き先を選べるワーププレートといったところね。ただし色付きのポートストーンは対応する色のシェアストーンにしか飛べないわ。これ自体名前を変更できないし、飛んだ先から帰ってこられないのだ。だから普段使いするというより何かのギミックで設置して使う感じかな。村への自動生成。村にウェイストーンが自動で生成されるわ。新しい村を見つけるたびに移動ネットワークが拡張されて世界が広がっていくのを実感するわ。けれど生成されない場合もあるから注意よ。インベントリからのテレポートボタン。設定でインベントリ画面にテレポートボタンを追加可能よ。アイテムなしでワープできるのはちょっと情緒に欠けるわね。オープンワールド系のゲームには欠かせない広大なワールドをストレスなく移動したい人にぴったりなモッドなのだ。Chalk。チョークでブロックに印を描けるようになるわ。対応モッドローダーはフォージ、ネオフォージ。クライアントとサーバーに導入が必要よ。選定モッドは不要なのだ。主な機能や特徴。16色のカラフルなチョーク。方解石と染料で作れるチョークでブロックの面に印を描けるわ。クリックする位置によって矢印や十字など自動で方向が変わるのも直感的でいいわね。さまざまな記号と発行システム。スニーク状態でメニューを開けば特別なマークや記号を選ぶこともできるわ。このモッドの進捗やバニラの対応した進捗を達成すると描ける記号が増えるわ。これらはモッドの設定から変更可能なのだ。チョークの耐久値やその他も細かく設定ができるわ。光るチョーク。グローストーンダストや輝くイカスミを使えば暗闇でも光る目印に強化できるわよ。どっちの素材を使っても明るさは同じなのだ。もちろん設定から明るさを変更可能よ。便利なチョークボックス。チョーク専用の収納箱もあるわ。チョークボックスにチョークを8本まとめられるのでインベントリを圧迫せずに済むのだ。
箱から直接チョークを使ったり、発光アイテムを充填しておけば直接光る筆跡にできるわ。色の変更も簡単に可能で、シフトキーを押しながら空中でチョークボックスを操作することで切り替えられるのだ。複雑な洞窟や構造物を探索していると迷子になりやすい人向けね。迷子になるなら地上まで掘り抜けばいいのだ。Nature's Compass. 他のモッドを含めあらゆるバイオームの位置を探索し、その詳細を確認できる実用的なコンパスを追加するわ。対応モッドローダーはハブリック、フォージ、ネオフォージ。クライアントとサーバーに導入が必要よ。選定モッドは不要なのだ。主な機能や特徴。バイオームの探索と追跡。世界中のあらゆるバイオームを探索し、その位置を指し示してくれるわ。バニラのバイオームだけでなく、他モッドのカスタムバイオームにも対応しているのだ。気温や降水量、ディメンション、モッド順などで並び替えができて探しやすくなっているわ。テレポート機能。クリエイティブモードや管理者権限があれば目的のバイオームへ即座にテレポートできるわ。設定の変更。設定ファイルから探索対象外の登録や最大検索距離の制限などを細かく調整できるわ。あるバージョン以降では経験値の消費設定や耐久度を追加して修理する要素も有効化できるわ。基本的な使い方。クラフト方法。四隅に任意の苗木、上下左右に任意の原木、そして中央にコンパスを配置でクラフトできるわ。苗木と原木はどの種類を使ってもクラフトできるのだ。基本操作。クラフトしたコンパスをメインハンドかオフハンドに持つわ。どちらかの手に持った状態で右クリックすると専用のバイオーム選択画面を開くことができるわ。目的のバイオームを選択して検索ボタンを押すことでその場所への追跡が開始されるわ。ちなみに検索する前は初期スポーン地点を指し示しているのだ。追跡のリセット。コンパスをどちらかの手に持ちスニークしながら右クリックすると追跡リセットよ。これで探索状態が初期化されて初期スポーン地点を指すようになるわ。特定のバイオームを効率よく見つけたい人におすすめのモッドなのだ。Explorer's Compass. あらゆる構造物の場所を探索できるコンパスを追加するわ。対応モッドローダーはハブリック、フォージ、ネオフォージ。クライアントとサーバーに導入が必要よ。選定モッドは不要なのだ。主な機能や特徴。構造物の検索。バニラの構造物だけでなくモッドで追加された構造物も検索できるわ。 GUI のリストから目的の構造物やグループを選択して検索を開始するわ。探索情報の表示。探索中は対象の名前や距離、そして座標などの情報が画面上に表示されるわ。動作のカスタマイズ。設定ファイルから最大検索半径の変更や検索から除外するブラックリストを設定できるわ。コンパスに耐久値を設定したり経験値を使ってコンパスを使用できる設定も可能なのだ。クラフトレシピ。中央にコンパス、上下左右にひび割れた石レンガ、四隅にクモの巣を配置してクラフトするわ。クモの巣はハサミでちょん切って入手するのだ。基本的な使い方。基本操作。コンパスをどちらかの手に持って右クリックすると GUI が開くわ。そして探したい構造物を選んで検索ボタンを押せば構造物のある方向と距離を示してくれるわ。探索のキャンセル。シフトキーを押しながら右クリックすることで探索状態をリセットできるわ。リセットされた状態ではコンパスの針はスポーン地点を指し示しているのだ。テレポート機能。クリエイティブモードやコマンド権限があれば GUI から構造物の場所へ直接テレポートできるわ。特定の構造物を探すのにさまよいたくない人にぴったりのモッドなのだ。でも自力で探し出す楽しみは減ってしまうわ。 Traveler's Compass. 周囲のモブやブロック、アイテムを見つけるコンパスを追加するわ。対応モッドローダーはハブリック、フォージ、ネオフォージ。クライアントとサーバーに導入が必要よ。選定モッドはハブリックではハブリック API が必要なのだ。フォージとネオフォージでは必要ないわ。主な機能や特徴。探したい対象をコンパスから直感的に検索。コンパスを持った状態で右クリックして専用メニューを開き探したいアイテムやブロックを入れるだけで周りから探し出してくれるわ。モブや村人の検索にも対応。ドロップ品やスポーンエッグを使って特定のモブを探したり取引アイテムから特定の村人を探し出すこともできるわ。優先検索と細かなカスタマイズ。探したいアイテムをシフト右クリックして優先ターゲットに指定したり設定で検索範囲や見つけた時の音を変更できるわね。設定を変更することで
ネイチャーズコンパス同様に HUD 表示もしてくれるのだ。他のモッドとの強力な連携。 JEI からアイテムをドラッグ&ドロップしたり、ルーターのチェストを未開封かどうかで絞り込んで検索できたり、連携機能も充実しているわ。所持していないアイテムの検索も JEI などを利用して検索できるのはありがたいのだ。ちなみに Y 座標も表示されるから鉱石を指定すれば狙い撃ち可能よ。ちょっと便利どころじゃなかったのだ。コンパス系は探す楽しみを損なってしまうけど、全然見つからなくてストレス抱えるよりいいと思うわ。Sophisticated backpacks. 容量のアップグレードや様々な機能を追加可能な高機能なバックパックを追加するわ。対応モッドローダーはフォージ、ネオフォージ。クライアントとサーバーに導入が必要よ。選定モッドはソフィスティケイティッドコアが必要なのだ。主な機能や特徴。設置と自動化。バックパックをスニーク右クリックで設置してチェストとして使うことができるわ。スニーク右クリックか壊すことで回収できるのだ。ホッパーや配管などの外部システムを使いアイテムを自動で搬入出することも可能よ。画面左側のパイプはメカニズムという工業系モッドの物流パイプを使用した輸送例なのだ。もちろん他のモッドのパイプにも対応しているわ。ティアによる容量増加。バックパックは川からネザライトまでの6つのティアにアップグレードできるわ。ティアが上がるとインベントリの容量とアップグレード用のスロット数が増加するわ。染色カスタマイズ。メインカラーとアクセントカラーを使い自由に色を組み合わせて染色できるわ。バックパックの左側に置いた染料がメインカラーで右側がアクセントカラーなのだ。その他の多様な機能。アイテムを自動回収する機能やスタック数を増やすアップグレードもあるわ。これらの機能の多くには下位板と上位板が存在するのだ。落ちているアイテムを拾うマグネットアップグレードだと上位板だとさらに広範囲から拾えたりするわね。今もなおモッドの更新で新しいアップグレード機能が追加されたりしているのだ。モブを捕まえたりもできるわね。モブによってスロットの占有サイズが違うのだ。モブをクリックすれば解き放つこともできるわ。他にも液体タンクやバッテリー機能など多くの機能拡張アップグレードに対応しているのだ。数が多すぎて全てを紹介しきれないのでゲーム内で確認するといいわ。基本的な使い方。クラフトレシピ。糸と革とチェストで作れるわ。このバックパックをベースにして収納容量のアップグレードをしていくのだ。ダイヤグレードまではそれぞれの素材で囲んでいけばいいわ。ネザライトバックパックにするにはその他のネザライト装備同様に舵型と舵台を使用するのだ。基本操作と装備。デフォルト設定では B キーを押すか手に持って右クリックすると画面を開けるわ。チェストプレートのスロットや背中専用スロットに装備することも可能よ。背負うとプレイヤーの見た目にもバックパックが反映されるのだ。背中専用スロットはアクセサリスロット追加モッドのキュリオス API を導入する必要があるわ。アイテムソート機能。バックパック GUI にある矢印アイコンをクリックするとバックパック内を指定の順で並び替えてくれるわ。アイテム名、モッド名、コス、タグ順での並び替えができるのだ。アップグレードの作成。最初に各アップグレードアイテムのベースとなるアップグレードベースを作成するわ。それを用いて各種アップグレードに必要な素材を組み合わせてクラフトするわ。序盤から作成可能なものもあればネザースターを要求してくるものもあるのだ。上位版のアップグレードはこれらのアップグレードをベースにして作成するわ。アップグレードの種類がたくさんあって何が何だかわからないのだ。アップグレードの機能はツールチップに表示されるからそれを参考にするといいわ。冒険中の収納容量不足に悩んだらこのモッドを入れておけば間違いなしなのだ。他にもバックパックモッドはいろいろあるけれどとっつきやすさと機能の豊富さからこれが一押しね。 Traveler Tool Belt. ツール類を瞬時に切り替えるベルトを追加するわ。対応モッドローダーはハブリック、フォージ、ネオフォージ。クライアントとサーバーに導入が必要よ。選定モッドは必要ないのだ。主な機能や特徴。ティアアップグレード。ベルトは革からネザライトまでの6段階に強化してスロットを増やせるわ。初期状態の2スロットから最大で9スロットまでスロットを拡張できるわよ。直感的なツール切り替え。 R キーを長押しすると画面に円形のホイールメニューが表示されるわ。マウスを動かして選択するだけで持っているツールとベルトの中身を入れ替えられるわ。ベルトにはスタックしないアイテムを収納できるのだ。アクセサリースロット対応。キュリオスやトリンケッツなどのアクセサリーモッドに対応しているわ。専用のベルトスロットに装備すればインベントリの枠を圧迫せずに持ち運べるわ。
これらのモッドが未導入でもインベントリ内から問題なく機能するのだ。ベルトの描画。装備したベルトはプレイヤーの腰回りにしっかり描画されるわ。性能だけではなく見た目もおしゃれで普段使いしたくなるのだ。基本的な使い方。クラフト方法。最初のベルトは糸4本と皮4枚でクラフトできるわ。これをベースに銅、鉄、金、ダイヤ、これらを順に使用してアップグレードしていくわ。最後のネザライトベルトは火事台にネザライト強化用火事型トインボットを乗せるわ。使用しているベルトを段階的に強化していくのだ。このよくあるアップグレード方法は装備を育てている感覚があってとても好きよ。とても愛着が湧くのだ。アイテムの直接収納。スルベルトにカーソルを合わせて右クリックすると中のアイテムを取り出せるわ。逆にベルトにアイテムを重ねて右クリックすると収納できるわ。キー設定。他のモッドを入れているとショートカットキーが重複することがあるわ。そんな時は操作設定のキー割り当てから変更可能よ。特に R キーは他のモッドでもよく使用されているので必ずチェックするのだ。よくある重複だとシェーダーの再読み込みや10モッドのリロードに割り当てられていたりするわね。このモッドは瞬時に切り替えたいツールがたくさんある場合に大活躍するモッドなのだ。工業系モッドを何種類も導入していると工具類だけでインベントリーを圧迫されるのよね。Iron chests. 通常のチェストより大容量収納可能なチェストを追加するわ。対応モッドローダーはフォージ、ネオフォージ。クライアントとサーバーに導入が必要よ。前提モッドは必要ないのだ。主な機能や特徴。チェストの種類と容量。銅チェストは45スロット、鉄チェストは54スロット、金チェストは81スロット、それ以外のチェストは108スロット収納可能よ。特殊なチェスト。クリスタルチェストは透明で中身が見えて、黒曜石チェストは爆発耐性があるわ。土チェストは土専用の1スロットで中には取扱説明書が入っているわ。土が大量に収納できるチェスト。かと思いきや1スタックしか入らないわ。多分ジョークアイテムなのだ。中に入っている本を読むといいわ。基本的な使い方。チェストの直接クラフト。チェストは貝のチェストの周囲を上位の金属素材などで囲むとクラフトできるわ。もちろんトリップワイヤーフックを使えばトラックチェスト仕様にもできるのだ。アップグレードアイテム。アップグレードアイテムを手に持って設置済みのチェストを右クリックすると強化できるわ。中身を入れたまま強化できるから便利なのだ。ちなみにラージチェストタイプは存在しないわ。とてもシンプルな機能のモッドでお手軽に作れるところが一押しなのだ。Trash cans. 不要なアイテムや液体などを消去できるゴミ箱を追加するわ。対応モッドローダーはハブリック、フォージ、ネオフォージ。クライアントとサーバーに導入が必要よ。前提モッドはスーパーマーティン64ニコアリブが必要なのだ。フォージやネオフォージではスーパーマーティン64ニコンフィグリブも必要なのだ。主な機能や特徴。アイテムゴミ箱。アイテムゴミ箱はアイテムを消去するゴミ箱よ。 GUI で最大9種類のアイテムをフィルター設定に登録できるわ。ホワイトリストとブラックリストの動作切り替えにも対応しているわね。ブラックリストに登録した場合、登録したアイテムは削除されないのだ。ホワイトリストの場合は登録したアイテムしか削除できなくなるわ。もちろん他モッドのパイプにも対応しているのだ。流体ゴミ箱。流体ゴミ箱は液体や気体を消去するゴミ箱よ。こちらも最大9種類の液体をフィルター設定に登録できるわ。もちろん他モッドの液体やタンクにも対応していて液体だけ消滅するのだ。当然パイプ経由でも排水可能よ。エネルギーゴミ箱。エネルギーゴミ箱はエネルギーを消去するゴミ箱よ。 GUI で転送速度の制限なしと任意の最大転送量の設定を切り替えられるわ。エネルギーを捨てる場面は思いつかないのだ。それを捨てるなんてとんでもない。アルティメットゴミ箱。アルティメットゴミ箱はアイテムと液体、エネルギーの全てを同時に消去できるわ。それぞれの消去機能やフィルター設定、エネルギーの制限設定を GUI で行えるわ。全ての機能が一つにまとまった至高のゴミ箱なのだ。基本的な使い方。クラフトレシピ。アイテムゴミ箱は石と丸石、そしてチェスト。流体ゴミ箱はチェストの代わりにバケツを使うわ。エネルギーゴミ箱はチェストの代わりにレッドストーンダストを使うわ。アルティメットゴミ箱は3つのゴミ箱でクラフトできるわ。配置は不定形なのだ。大量の不要アイテムや液体の処理をシンプルかつスムーズにしたい人向けのモッドね。Trash slot.
インベントリ画面にもみ箱スロットを追加して不要なアイテムを素早く削除できるようになるわ。対応モッドローダーはファブリック、フォージ、ネオフォージ。クライアントとサーバーに導入が必要よ。前提モッドはバームが必要なのだ。主な機能や特徴。ゴミ箱スロット。インベントリ画面にもみ箱スロットが追加され不要なアイテムをドロップして削除できるわ。キーボードショートカット。デリートキーでカーソル上のアイテムを一つ削除する機能もあるわ。アイテムの保持。直前に捨てたアイテムが一つ保持されるから誤って削除してもスロットから取り出せるわ。シフトプラスデリートキーを使うと同じ種類のアイテムをまとめて削除できるわ。スロットの位置調整。ゴミ箱スロットはドラッグすることで画面上の好きな位置に移動できるわ。表示の切り替えとロック。キーバインドでスロットの表示と非表示を切り替えることができるわ。ロック機能を使えば誤ってスロットの位置を動かすことも防げるわ。設定のカスタマイズ。即時削除モードを有効にするとアイテムが保持されず即座に消滅するようになるわ。ベルキー誤爆に注意なのだ。採掘や整地で増えた土などの不要アイテムをサクサク処分したい人向けね。Carry on. チェストやモブをそのまま持ち運べるようになるモッドよ。対応モッドローダーはファブリック、フォージ、ネオフォージ。クライアントとサーバーに導入が必要よ。前提モッドは必要ないのだ。主な機能や特徴。ブロックやモブの持ち上げ。チェストやかまど、スポナーなどのブロックを中身を維持したまま持ち運ぶことができるわ。さらに小さなモブや他のプレイヤーを持ち上げて移動させることも可能よ。持ち上げる際は両手を空にしておく必要があるわ。運搬時の制限。オブジェクトを持ち運んでいる間はプレイヤーの移動速度が低下するわ。重いインベントリを持つブロックや大きなモブほど速度低下が大きくなるわね。ちなみに運搬中はアイテムの使用やスロット切り替えなど他の行動が制限されるのだ。基本的な使い方。基本操作。両手が空の状態でスニークキーと右クリックを押すことで対象を持ち上げられるわ。キーは設定で変更可能なのだ。持ち上げたブロックやモブは右クリックを押すことで設置できるわ。トラブル時の対策。設置できなくなった場合はチャットにキャリーオンクリアと入力しなさい。これで安全に運搬状態を解除できるのだ。村人を意図した場所に移動できるから交易所作りなどにも活用できるわね。Carry water. バケツを使わずに素手で水をすくって運べるようになるわ。対応モッドローダーはネオフォージ。このモッドはクライアントとサーバーに導入が必要よ。前提モッドは必要ないのだ。主な機能や特徴。素手での水輸送。水辺に向かって右クリックすることで素手で水をすくって持ち運べるわ。水たまりの作成と無限水源化。地面に水を捨てると水たまりができ水を繰り返し追加すると無限水源になるわ。素早い消火。自分が炎上している時や燃えているモブに水を浴びせることで即座に消火できるわ。設定のカスタマイズ。設定画面から水を手に保持できる時間や無限水源を作るためのステップ数を調整できるわ。プレイスタイルに合わせて時間を長くしたり水源化の難易度を変えたりできるのだ。作ってもしばらくすると漏れてしまうのはなかなかリアルね。鉄の入手前に畑を整備しやすくなって序盤のサバイバルが快適になるのだ。定番モッドというわけではないけど便利そうだったから紹介したわ。今回は初めてモッドを導入する方向けにおすすめのモッドを紹介したのだ。特にサバイバル生活には欠かせないモッドたちだと思うわ。有名すぎるモッドばかりだけどいつの間にか機能追加されていて新しい気づきがあったのだ。今回紹介したモッドどれが一番気に入ったかしら。コメント欄で教えてくれると嬉しいのだ。それでは締めるわよ。この動画が良かった、今後も続きが見たいと思ってくれたそこの素敵なあなた、チャンネル登録と高評価してくれると今後の動画制作の励みになるので嬉しいのだ。それと紹介したモッドの日本語化リソースパックをブログで配布するかもしれないので概要欄のリンクからブログに飛ぶといいわ。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。のだ。それでは良きモッドライフを。